ルールナンバー8です。ここまで来ました。で、ここに来て、僕らのスペシャリティが来ます。エクササイズしましょうと、ああいうことになります。で、僕もエクササイズって良きにも悪くにもなるんですね。だから何のエクササイズをするかって非常に難しいんですよ。なんで、ここでじゃあこれしましょうとはさすがに言えないんですね。ただ、一つ言えるのは人間の体、前にもその初めの方にも言ったんですけど、動くっていうのがすごく大切になってきます。で、筋トレをしたらいいの、ストレッチをしたらいいの、もうそれ個々人ですよね。例えばすごいなんですか、ルースコネクティブティッシュというか、軟部組織がすごい緩い人たち、遺伝ですけどね、いるんですよ。そういう人がもうどんどんストレッチしましょうさ、怪我するだけなんですよね。逆にそういう人はちょっと筋トレしないといけなかったりとか、逆にね、そのコラーゲンのファイバーが遺伝でものすごい硬い人ってやっぱりいるんで、ね、そういう人がどんどん筋トレすると、もうなんか筋トレしなくても筋肉ムキムキなのに、まだ筋トレするかって、どんどん硬くなっていって怪我しちゃうとか、いろいろあるんですけれども、それは、個々人のアドバイスはここではできないんですけど、まず一つ言えるのは、1日に30分ぐらいは時間を見つけて運動しましょうよっていうリコメンデーションです。で、人間ってやっぱりどうしてもね、年を取っていくことに残念ながら体はフレキシビリティを失うし、ストレングスを失っていくんですね。で、これも絶対起きるんです。もうしょうがないと思うんです。かといってそれが怪我につながるかとか、それが問題につながるかとはまた別問題。それをちゃんとマネージできますかっていう話なんですよね。だから絶対60歳になると腰痛くなりますよ。そんなことは言ってないです。ただマネージしないでそこに突っ込むとやっぱりそうなっていきますよね。なので、1日30分ぐらいエクササイズ費やしてフレキシビリティとストレングスを保ちましょうと。30分で十分ですね。僕ね、よくね、いや忙しいからっていう人いるんですけど、僕ね、30分1日、毎日じゃなくても週に例えば5日でもいいと思うんですけど、作れない、30分作れないってもう言い訳でしかないと思うんですよ。どんだけ忙しい人でも、いろんな忙しいことを私も知ってますけど、やっぱ逆に忙しい人ほどちゃんと時間作ってやったりするんですよね。で、本当に忙しいのっていう人ほど、いや、忙しいからできないですみたいな、本当かみたいなことがあるので、その時間をちゃんと作るっていうのは大切な作業になっていくと思うんですけど、自分の体です。で、20代、30代とかは、そういうことしなくても結構メインテインできちゃったりするんですよね。若いから、それだけで結構、ね、筋肉とかも保たれたりとか、柔軟性とかも試たれたりするんですけど、やっぱそこが40代ぐらいになってくると、やっぱカクーンとフォークボールを投げるように落ちてくるわけじゃないですか。で、そこで、やっぱりちゃんと、やばいなっつってちゃんと体の声を聞いてあげて、じゃあエクササイズをしないとなとか、体のメンテナンスもしてあげないとなって思う人はやっぱりこうずっとね80、90になっても元気だしょうし、そこでね、なんかいやー忙しいからみたいな感じで何もしなかったらなんかいつの間にかこんなになっちゃったりとかねすると思うんですよ。なんで、やっぱりちょっとずつ自分へのインベストなのでエクササイズっていうのをする時間を作った方がいいと思います。何のエクササイズをするの、それはここでは言えなくて、あなたの体を見させてください。アセスメントさせてください。そしたらこれとこれしましょうっていうのはサジェッションできるんですけど、ここでね、みんなにこれしましょう。やっぱりちょっとないんですよ。なんで、それは置いといて、まずルールナンバー8。1日30分エクササイズをする時間を作りましょう。さあ、最後やってきました。ルールナンバー9です。で、これちょっと宣伝じゃないんですけれども、ルールナンバー9。フィジオセラピスト、僕フィジカルセラピスト、フィジオセラピストという職業ですけど、いいフィジオセラピスト、フィジカルセラピストを見つけましょう。でね、これフィジカルセラピスト、フィジオセラピストじゃなくてもいいと思うんですけど、いいトレーナーでもいいですし、いい、例えば柔道整復師さんでもいいと思うんですけど、あなたの体をちゃんと見てくれて、ここがこうなってますよね、だからこういう運動をしましょうとか、こういう風に、治療をしていきましょうとか、体を変えていきましょうとか、良くしていきましょうと、ちゃんと上から頭からつま先まで見てくれて、あなたの体こうなってます、だからこうしましょう、こういう風にインプルーブさせていきましょう、そのためにはこれとこれとこれが必要ですっていうような方を見つけてください。で、簡単じゃないと思うんです。結構ね、病院なんかとか保険なんかで働いてる
保険なんかを取るようなところで働いている、方たちってやっぱりどうしてもね、その腰が痛かったら腰だけ見ておしまいとかね、とりあえずホットパックやって電気流しておしまいとかね、ちょっとマッサージしておしまいみたいな感じが多いんですけど、それではちょっとどうしても根本的な解決には何もならないので、やっぱりちょっとね、探すのは難しいかもしれないですけど、そういう人を見つけて、じゃあどういうエクササイズをしたらいいの、私はどういうふうに私の体をマネージメントしていったらいいのっていうのを聞ける人を探してください。ここはね、腰なんで、腰の痛みを取るんだったらもうね、痛み止め飲んでれば腰の痛みで多分取れると思うんですよ。で、まだ痛い、もっと強い薬飲めば、どっかで取れますよね。ただそれだけでは意味がないんですよ。やっぱり体をなんでそこにすごい注力を入れて話してるかっていうと、腰っていうのは腰が悪くて腰が痛い人ってあまりいないんですよ。ちょっと言い方難しいですけど、腰がもともと悪くて腰が痛い人っていないんですよね。結局腰っていうのは上と下ものの上っていうのは、この胸椎だったり頭だったり肩とかだったりと足ですよねの間になって被害者になっていることがほとんどなんですね。っていうのは腰が悪いから腰痛いんじゃなくて、なんか上と下がなんかすげえずれてたりとか、なんか他の、全然違うように機能してなかったりとかするんで、腰に負担がきて腰が痛くなるっていうことがほとんどなんです。本当にね、なんかいや遺伝的に腰悪いですよねあなたっていう人僕見たことないです。なんでその辺のバランスですよね。体のバランスをちゃんと見れる人で、それをなんかちょっと宗教的にとかいいんじゃなくて、なんか綺麗とかじゃなくて、ちゃんと理屈でちゃんと説明できる人ですね。ここの動きがこうなってて、こういう風に負担がかかってるから、あなたの左の腰は常に負担がかかってるんですとか、ちゃんと説明できる人を見つけてください。あなたの近くにも多分いると思います。なのでそういう人を見つけて、ちゃんとプログラムを作ってもらう。でその人にずっと行く必要もないと思うんですけど、少なくても、例えば1年に1回ぐらいフォローアップしてね、私の体どうなりました、今はこうなってます、じゃあ今度こういうプログラムでやっていきましょうみたいなね。で1日30分そういうエクササイズとかプログラムやって、でちょっとずつ戻していったりとか、メインテナンスしてあげれば、すごい体って長いこと持つもんなんですよね。なんで、いいフィジオセラピスト、フィジカルセラピスト、柔道整復師トレーナーさんを見つけて、ちゃんとインベストするということです。で歯はねみんなやるんですけどね、なんか年に1回とか年に2回とかチェックアップ行きますとか、どこも悪くないけどとりあえずチェックアップとか行くじゃないですか。やっぱ体もやった方がいいと思うんですよね。年に1回とかね、フィジカルセラピストとかフィジオセラピストに見てもらって、今の体の状況はこうですよ、だからこういうプログラムやりましょうねっていうようなのをちゃんと毎日やっていけるような状況を作れば、あなたの体と腰もずっと長く元気に痛みなしで過ごせると思います。なので、今回ね、ざっくりとしたこの9個の、ルールみたいのを紹介させていただきました。はっきり言うと、そんなの知ってるよっていうことがほとんどなのかもしれないんですけれども、それはそれで、ちょっとリマインダーとして覚えてもらって、もしかしていや全然知らなかった、それすごい大切だなっていうのだったら、もうぜひぜひ実行してください。結構単純なことで長年悩んでた腰の痛みとか、背中の痛みとか取れたりします。で意外と今まで全然気づかなかったところに落とし穴があって、それがずっとなんか痛みになってたんだとか負担かけてたんだっていうこと本当多いです。でそのたんびにね、なんか湿布したりとか電気流したりとか、なんかごまかしながらやってきてるっていう人本当多いと思うんですけど、やっぱり根本的に何が問題で、なんでそうなっちゃうのか、なんで腰が痛くなるのかっていうのはちゃんと考えると、ちゃんと体っていうのは答えを出してくれるので、ひどくなる前にね、対処してあげることっていうのがやっぱり一番大切だと思います。一回ね、ぎっくり腰とか椎間板がとかなると、そこから逆に戻すのってやっぱすごい大変なんですよね。やっぱその前に、いやそうならないようにちゃんとしたバランスを整えてあげましょうよっていう方がよっぽどいいですし、よっぽど痛みを起こして動けない日々が続くよりは、そっちの方が生産的だと思うので、ぜひぜひ。今回はこの How to End Back Pain Stiffness っていうのを、そうした簡単な9個のルールを書いた、なんていうんですかね、ブロ
ロシアみたいなのを作ったので、それの紹介です。もし欲しい人がいたら、ここまでご連絡ください。メールでご連絡いただければ、ebook として、または普通に PDF として、送れるので、連絡さえくれれば送りたいと思います。あんまり期待してください。あんまり期待しないでください。私がこうちょっと書いて、こんな9個のルールが結構意外と大切だよなと思ったことをちょっと書き留めたものなので、ちょっと英語なんですけれども、もしよろしかったら、お送りしますのでご連絡ください。よろしくお願いします。